プロセスモデリングで処理を繰り返す方法について説明します。事前ファイル while_before.vcmx を開きます。シミュレーションを実行します。人が白いブロックを机に搬入し、作業します。作業後、オレンジのブロックを作成、搬出後、白いブロックを削除します。シミュレーションをリセットします。扱う製品と机で実行される処理を確認します。プロセスタブを開きます。エディターグループの製品を選択します。製品は名前と見た目を製品タイプに登録します。製品タイプはフローグループで分かれており、フローグループごとに搬送経路を設定できます。フローグループと製品タイプは製品タイプエディターウィンドウで確認できます。白いブロックの名前はプロダクト、オレンジのブロックの名前はパートです。エディターグループのプロセスを選択することで実行する処理を設定できます。マニュアルプロセスを選択します。トランスポートインでプロダクトを搬入し、ワークで作業します。クリエイトとトランスポートアウトでパートを作成し、搬出します。リムーブでプロダクトを削除します。実行する処理を変更します。プロダクトの搬入後、パートの生成と搬出を5回繰り返します。コントロールキーを押した状態で、ワーク、クリエイト、トランスポートアウトを選択します。右クリック、コピーを選択します。トランスポートアウトを選択し、右クリック、貼り付けを選択します。処理を繰り返す回数、コピーと貼り付けを行います。シミュレーションを実行します。プロダクトの搬入後、パートの生成と搬出を5回繰り返していることがわかります。シミュレーションをリセットします。繰り返し処理を設定する場合、プロセスの行数を減らすことができます。パートを1つ生成、搬送する設定に戻します。シフトキーを押しながら一括選択し、右クリック、削除を選択します。処理を繰り返した回数を記録するため、変数を追加します。処理の回数を記録する方法の詳細は、動画、処理の回数を数えようを参照してください。マニュアルプロセスを選択し、ルーチンプロパティウィンドウを表示します。新規変数を追加で、整数変数を選択します。名称をカウントに変更します。ステートメントアイコンを選択します。フローコントロールステートメントから while を選択します。while ステートメントは、条件を満たしている間、範囲内の処理を繰り返し実行できます。クリエイトとトランスポートアウトを while のエンプティにドラッグします。while はワークとリムーブの間です。ステートメントプロパティウィンドウのコンディションに処理を実行する条件を設定できます。カウント小なり5と入力します。カウントの値を加算します。ステートメントアイコンを選択します。フローコントロールステートメントから変数を割り当てるを選択します。変数を割り当てるステートメントは指定した変数に値を入力できます。アサインをトランスポートアウトの下にドラッグします。ステートメントプロパティウィンドウのターゲットプロパティは変数の名前、数式値は入力する値です。ターゲットプロパティにカウントと入力します。数式値にカウントプラス1と入力することで実行するたびにカウントの値に1加算されます。製品を削除後、カウントの値を初期値に戻します。アサインをコピーし、リムーブの下に貼り付けます。貼り付けたアサインを選択し、ステートメントプロパティウィンドウで数式値を0に変更します。変数を出力ウィンドウに表示します。ステートメントアイコンを選択します。その他のステートメントからプリントを選択します。プリントステートメントは出力ウィンドウにメッセージを表示できます。プリントをアサインカウントイコールカウントプラス1の下にドラッグします。ステートメントプロパティウィンドウのメッセージに表示する文字を入力できます。入力した文字を表示する場合、
ダブルコーテーションマークで挟む必要があります。変数の値を表示する場合、ダブルコーテーションマークは必要ありません。メッセージにカウントと入力します。シミュレーションを実行します。パートをシンクで削除したとき、出力ウィンドウにエラーメッセージが表示されます。whileステートメントを使用し、製品を生成する場合、注意が必要です。製品変数の値は、プロセスの最後の行を実行後、リセットされます。whileステートメント内で、トランスポートアウトステートメントを実行する場合、繰り返し処理が終了し、最後の行を実行するまで、製品変数の値はリセットされません。搬送先のトランスポートインステートメントの完了を待たず、搬送元のトランスポートアウトステートメントは完了し、次のステートメントに進みます。製品の情報がリセットされる前に、次の週の製品作成、またはトランスポートインステートメントにより、次の製品が同じ製品変数に追加されます。搬送先のトランスポートインステートメントが完了し、製品を削除するとき、製品変数は製品の情報を2つ所持しています。1つ目の製品を削除したとき、2つ目の製品の情報も削除されます。2つ目の製品に対してトランスポートアウトステートメントを実行するとき、製品変数には製品の情報がないため、製品が破棄されましたというエラーメッセージが表示されます。シミュレーションをリセットします。次の製品を生成する前に、製品変数の値をリセットします。出力ウィンドウで右クリックし、クリアを選択することでメッセージを削除できます。アサインカウントイコールカウントプラス1を選択し、コピーし、貼り付けます。ステートメントプロパティウィンドウのターゲットプロパティにパートと入力します。数式値を空欄にすることで、製品変数の値をリセットできます。シミュレーションを実行します。製品変数パートに複数の製品の情報が格納されることはないため、エラーメッセージは表示されません。出力ウィンドウにはカウントの値が表示されます。パートを5個搬出後、新しいプロダクトの搬入を開始することがわかります。シミュレーションをリセットします。特定の条件を満たすまで処理を開始しないステートメントを追加することでも、製品変数に複数の製品の情報を格納しないようにできます。アサインパートを選択します。右クリック、削除を選択します。ワークをクリエイトの上にドラッグします。シミュレーションを実行します。while 内の処理を一通り実行し、while の先頭に戻ります。作業ステートメントは、作業者が作業場所に到着し、任意の時間動作することが完了条件です。パートの搬送中は、人が作業場所に移動できません。作業が完了していないため、次の製品の情報は格納されません。製品変数パートに複数の製品の情報が格納されることはないため、エラーメッセージは表示されません。シミュレーションをリセットします。プロセスモデリングで処理を繰り返す方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。